とある料理屋料理長のピエールです。あんこうの吊るし切りを今日はやっていきたいと思います。今日もらったのはこれでだいたい5キロ。前回さばいたのが11キロだったので約半分ぐらいかな。だからすごく小さく見えますね。でもね5キロだから普通に考えたら大きいんですよ。そして今日はね内臓がちょっと出ちゃってるんですよ。地元でね今ちょっとあんこうが上がってないので県外からねもらったんですよ。内臓が悪くなりやすいので先にね腹切って胃袋出してあります。でどうですこれ前回作った自作のトライポットねえ、これいいですよね。はい、いきます。まずね、ここ関節から、そして、お、怖いな。はい、まずね、きれい。これで途中で壊れたらちょっと怖いよね。途中で壊れないよね。はい、こっちね。はい、ね。はい、これがお腹についてるヒレです。こうね、ちょっと小さい赤ちゃんの手みたいな感じね。これでね、地面をハイハイするように、これで動いてるそうです、あんこは。はい、もう一個ね。あ、もうちょっと。はい。じゃあ内臓を取っていくか。本当はね、口に水を入れて、ここをパンパンに膨らまして、重さを出してやった方が吊るし切りはやりやすいそうなんですけど、こんな状態なんでね、水も入れられないので、やっぱ動くな。すごいな。あん肝と言われている肝です。これがね、あんこう鍋だとか、あとね、どぶ汁っていうのもあるんだけど、そういうのを作るときにすごく重要な役割を果たす。これを入れるか入れないかによって全然味が違うので、これがもう重要ですね。はい、そしてこれが胃袋。胃袋です。胃袋はもう残念ながらもう切ってあります。もしね、腹を裂いてない状態だと、ここがもっと膨らんでいて、で、中にね、魚が入ってたりするんですよ。あんこを取れた時に、もしあんこがね、捕食していた場合、この中にね、たくさんの魚が入ってるので、まあ、人によってはね、宝箱なんて言ったりしますけども、びっくりした、今。びっくりした。危ないな、トライポット。壊れそうだぞ、これ途中で。途中で落ちたら大惨事やな。まあいいや、取っていこう。はい、胃袋。はい、これなんだ？卵巣ですね。こんな感じです。そうそう、ここ卵巣。これね、なんか卵が入ってるって言ってますよね。よし、これも後で湯がいていくんで。こうやって引っ張れば剥がせるんですけど、トライポットが持つかな？これ、まあ大丈夫だね。このサイズだったら全然余裕だ。はい、皮です。皮。もう大人気。美味しいよ。で、こっちの皮もね。だら、こうか。もう一回こうして。これ本番20キロぐらいだったらこんな持ち上げられないよな。5キロだからこうできるけど。裏表やっぱね、見せないとね、面白くないですよね。こうやって線を入れて、こういきます。この刃見てこれ。これがすごいんですよ。これ。怪我しやすいんですよ、これ。触ると危ないんで。で、ここを引っ張っていくと、これわかります？これ、ほら、アンテナみたいな。これね。これがあんこうのアンテナ、頭のところについてるもの。これあんこうの皮なんだけど、あんこうって基本的にあまり動かないんですよ。地面にずっと待機して、そこで魚を待つわけなんですけど、自分のね、頭のところにこれを持ってるんですよ。で、これをこう振って、ほら、魚が泳いでるみたいに見えるでしょ。これに魚がこう来たところを一気にこの大きい口でバクっていくんですよ。頭いいっすよね。これも皮です。はい、見て、これで。ほら。あんこうが丸裸状態。ここにね心臓とかもあるはずなんだけど、これか。あんこうはねよく言われてるんだけど、体の割に心臓がちっちゃいんですよ。運動量が少ない、動かなくていいから小さいんですよね、やっぱり。ここは硬いのか。これだけ一回この中にねエラも入ってるんで、
いしょ。まな板でやるより全然やりやすいですね。はい。で、これがあんこの身ですね。これ吊るし切りだとやりやすいな、ほんと。あと重さで勝手に切れてくんで。はい、身です。骨もね、全然硬くないんですよ、これ。おい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 。感じね。で、あとここ、ほほ肉。これもね、美味しいので、もう後で添えていきたいと思います。よし、以上かな。はい、できました。よいしょ。よし、そしたら、どんどん茹でていきますか。まずは頭からいきます。よし、これもいっちゃえ。よいしょ。これはもう必須ね。あんこうでは必ず茹でないと、ぬめりとか臭みとかそういったものね、あと虫なんかもついてるからね、そういったものも全部一気にきれいになりますので、この下処理が本当に重要ですね。だね、本番が実はね、親子レクなんですよ。親子レクだから子供たちの前でやらなきゃいけなくて、でさらにね、食育なんで子供たちにこのあんこを食べてもらう。だからね、こういう本番の時もね、万全を期してね、火を入れた方がいいかなと思ってます。ほら、頭ね、これは後で叩いていくんで。あちゃ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 汁が入っちゃってる、こっちにね。はい、じゃあ身をいきます。もうどんどん入れていこう。いや、ほんと休みの日何やってんのかなって思うんですけどね、こんなに。でもね、やっぱり子供たちのためにね、いいものをね、やっぱ食べさせてあげたいので、本番に向けてね、こうやって何度か練習していこうかなとは思ってます。あんこってエラを食べるっていうからね、一般的には魚はエラ食べないからね、あんまり美味しくないからって食べたことないんだけど、あんこのね、このエラはでも食感がいいって言ってね、美味しいって言いますよね。でもね、こうやって動画撮影するようになってから、あんこをね、ちゃんとさばく練習をし始めて、すごい楽しいなって思ってます。あんこ専門店じゃないからね、そこまでやんなくていいんじゃないかって思うんですけどね。でも追求していくと面白いなって今すごく思ってますよ。学習能力ねえな俺。だからせっかく吊るし切りのねトライポッド作ったから、あれを持ってね、なんかいろんなとこでイベントできたらいいななんてちょっと思ってますね。まあそのためにはね、もっともっと練習しないといけないね。もっとサクサクさばいていかないと。よし、はい、じゃあこれがね、はい、茹でたあんこになります。あとちょっとね、掃除して完成させたいと思います。最高、飛んでいこう。はい、こちらが肝、大至急でちょっと漬けたんで、あんまりまだ使ってないんだけどね。これ酒と水に、塩を入れたものですね。だこれをね、このまんま味噌汁にしていいものなのか、それとも一回蒸してからのがいいのかなともちょっと思ってるんですよね。はい、今ね、肝掃除してたんですけど、やっぱりね、中にアニサキスいたんで、事前に蒸すことにしてます。の方が間違いないかな。このまま生のままね、味噌汁作る場合もあるんでしょうけど、ちょっとね、やっぱ何かあると嫌なんで、これね、このまま蒸しちゃいます。はい。めっちゃ疲れました。いやー、あんこやっぱしんどいな。さばくので15分って言ったじゃないですか。それでその後掃除して、それでお湯で今に至るで、大体1時間半かかってるからね、もうこれだけで。あと身をちょっとぶつ切りしていくんで、これでまあ2時間。こんなね、コーヒーなんか飲んでる場合じゃねえや。行こう。よし、あとね、もう叩いていくだけ。こんな感じ。まあ超特急でやったからね、ちょっと雑かもしれないけど、でもね、味噌汁するんだったらこんなんでいいと思う。こんなぶつ切りで。よし、オッケー。片します。いやー、終わった終わった。はあ、ひとまず皆さんお疲れ様でした。今酒飲めないっていうね、コーヒーだけど乾杯。いやー、めちゃくちゃ時間かかりましたね、やっぱり。でも前よりは早くなったんかな。2時間なんで、まあ一通り下処理までして2時間だから、まあいいのかな。ひとまずね、今回あんこ吊るし練習会第1弾成功じゃないでしょうか。でこれがね、まあバラした、もう部位はね全部まとめちゃってるんで、一つ一つの説明はできないんですけれども、
まあ味噌汁にするんだったらこれでいいんじゃないかな。そしてこちらがあんこうね。やっぱりね、さっきも言ったけど生で使うのちょっとやっぱ気になっちゃうな。味噌汁だからね、生のまま入れて煮込めばいい話なんだけども、さっき掃除してたらやっぱりアニサキスがピロピロって出てきちゃったから、それ見るとね、とりあえず蒸すだけ蒸しちゃいました。この方が間違いないよね。で、余分な油とかも出るし、臭みもね和らぐんじゃないかなって思います。本番もねこれで挑みたいなと思います。はい、というわけで本日の仕込みは以上となります。あんこうつるし切り第2弾3段4段ってね、どんどんやっていきたいと思ってます。本番に向けてね練習していきたいので、その都度動画に上げますので、皆さんぜひお付き合いください。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。おっす。